あなたは信じていた人の本性を受け入れられますか？遡ること約4年前の2017年6月22日、中国の広州市、早朝の5時過ぎ、マンションの一室から黙々とどす黒い煙が立ち上がりました。火事です、助けてください。煙が出ている部屋の中では住人の女性が炎に怯えながら電話で必死に助けを求めていました。必死なのも無理はありません。彼女がいるのは子供部屋、すぐそばには愛する3人の幼い子供たちがいたんです。消防車の音を聞いて彼女はもうすぐ救助が来ると期待しました。その結果、女性と子供たちは一酸化炭素中毒で死亡したんです。被害者に非常に恩義を感じていた人物による放火殺人事件。なぜ犯人は恩人の家に火を放ってしまったのか。そこには優しさを踏みにじる身勝手な計画があったんです。おそす、ケンちゃん、小宮宮です、まうまう。なんか1年前に戻った気分。やみやみこです。うま何これ回文。逆から読んでもやみやみこうま絶対違う。まうまう。本日皆様にご紹介するのは、ある家族の命を奪った放火殺人犯と唯一残った遺族のお話なんです。これ女性と子供たちが亡くなっちゃったってことは、女性の夫だけが生き残っちゃったってこと？そういうことなんです。家族一気に失っちゃうってめちゃくちゃ辛いじゃない。僕はね、この話を聞いてね、もう人ってね、こんなにね、他人の心をもてあそぶことができるんだとか、踏みにじることができるんだっていうね、もうアルゴでもね、もう散々ね、ひどい事件で、ね、扱ってきたんですけど、他の事件聞いてもこの事件を聞いてもやっぱ悲しい気持ちになる。そしてね、僕はね、もうメトラの皆さんがね、この動画を見て何をね、思ったか、何を感じたかね、もうぜひね、コメント欄で教えてほしいんですよ。早速、この早朝のマンションで一体何が起こったのか見ていきたいと思います。明け方の恐怖。今から4年前の2017年6月、中国の広州市、高級マンションの一室にある一家が暮らしていました。夫はリン・シェンビン、妻はチュウ・シャオゼン、アパレル業を営む裕福な家庭。2人は可愛らしい3人の子供に恵まれ、高級マンションに住み家政婦を雇うという誰もが羨むような何不自由ない生活を送っていたんです。しかし6月22日の早朝5時、事態は一変します。妻シャオゼンと3人の子供たちが寝ていると、ドアの向こうに火の気配が。目を覚ましたシャオゼンはすぐさま子供たちと部屋の外に逃げようとするんですが、なぜかドアが開きません。困ったシャオゼンは持っていたスマホから消防に電話をかけ助けを求めました。しかし消防士が到着したものの、部屋の位置が高かったため消火活動に手間取り、シャオゼンと子供たちは命を落とすことになったんです。この火事で逃げ出すことができたのは、同じ家に住んでいた家政婦のモー・ファンジンただ一人。夫のシェンビンはたまたま仕事で広州に出張に行っていたため、火事が起きた時には家にはいなかったんです。この惨事を知り、慌てて帰宅したシェンビンは愛する家族の変わり果てた姿に泣き崩れるんです。そして信じられないことを聞くんです。この火事は放火であり、犯人は家政婦のファンジンだったんです。ファンジンはリン家に1年ぐらい前から雇ってもらっており、一見控えめでリン家の人たちともうまくやっているように思えたんですが、実はとんでもない問題を抱えていたんです。家政婦ファンジンが持っていた問題、それはギャンブル依存症。ファンジンはもらった給料を全てギャンブルにつぎ込んでいたんです。それどころか、給料だけで足りなくなると金目のものを盗んで売り飛ばし、そのお金でまたギャンブルをするという窃盗の常習犯でもあったんです。しかし何度も物を盗んでいれば、当然リン夫婦も異変に気がつきます。ある日、ファンジンが窃盗を繰り返していることに気がついたリン夫婦はファンジンにお金を貸すことを提案。優しいな。なんとリン夫婦はファンジンをクビにするどころか、借金という形でお金を貸すことを提案したんです。というのも、ファンジンは窃盗がバレた時に生活が苦しい、故郷に家を建てたいと嘘をついていたんです。もう最悪。ファンジンがギャンブル依存症であることを知らないリン夫婦は彼女の嘘を信じ、同情して金銭的支援をするようになったんです。めちゃくちゃ優しい。何この夫婦。優しいよね。本当普通はさ、いくら同情があったとしても、そんな人をね、雇い続けることなんてね、難しいじゃないですか。だからこそファウジンはなんでこんな人を殺しちゃったのっていう、そんなね、しかも放火しといて自分だけ逃げ出してんでしょ。実はですね、妻のね、シャオゼンが亡くなってしまったのは、ファンジンにとっても予定外の出来事だったんです。
気前よくお金を貸してくれた夫婦の善意に味を占めたファンジンは反省することもなく、いつものように借りたお金をギャンブルに使い込むんです。その結果、一夜で一文なしに。困ったファンジンは最低な計画を思いつくんです。そうだ、リン夫婦からもっと信頼されて感謝されれば、さらにお金を貸してもらえるはずだ。手っ取り早く信頼されるためにはトラブルを自分で起こせばいい。そうして思いついたのが放火でした。リン家で火事を起こし、その火事から家族を救出して感謝されるという展開を考えていたんです。明け方のリビングで本に火をつけたファンジンはその本をソファーに投げつけます。みるみるうちに燃え広がる炎。あとは子供部屋で寝ているシャオゼンたちを起こして助けるだけのはずでした。しかし、なんと想像以上に火が広がってしまい制御不能になったんです。慌てたファンジンは誰も救助せずに一人で脱出し、尊い4人の命が奪われてしまったんです。結局、放火殺人と窃盗で裁判にかけられたファンジン。彼女は法廷で殺すつもりはなかったと主張したんですが、最終的に死刑判決が下されたんです。事件からおよそ1年後の2018年9月、死刑が執行。こうして家政婦による放火殺人事件は幕を閉じたはずでした。なんと事件直後に意外な動きをして注目を浴びた人物がいたんです。その人物とは、唯一生き残った夫、シェンビン。意外な動き？悲惨な事件で遺族が注目されることはよくあることじゃない。シェンビンがね、うんかわいそうな目でこう見られたりとかっていうね、ことはまああるんですけど、うんうん実はね別の理由もあったんですよ。ほう彼が目立ったというところで言うと、早速ねシェンビンが何をしたのか見ていきたいと思います。惜しみない同情。リン夫婦は実は両親の反対を乗り越えて結婚したという経緯がありました。というのも、夫シェンビンは貧しい床屋の息子であり、妻シャオゼンはアパレル産業を営む裕福な家庭の娘だったから、いわゆる格差婚だったんです。しかし、二人の気持ちは固く、最終的には結婚。その後、夫シェンビンも妻の実家のアパレル業を手伝うようになり、両親の支援もあってビジネスは成功しました。こうしてリン家は絵に描いたような幸せな家族になったんです。そんな完璧な家族に訪れた突然の放火殺人。唯一残された夫シェンビンは愛する家族を奪われ、生きる気力を失いました。テレビには家族の死に耐えきれず倒れ込み泣き叫ぶシェンビンの姿が映し出され、全国民が彼に同情したんです。そんなシェンビンは事件の直後、新しい SNS のアカウントを作成しました。その SNS のアカウント名は、妻と子供は天国に。彼は抑えきれない喪失感や家族への変わらぬ感情を示す手段として SNS を利用することにしたんです。シェンビンによって SNS に日々投稿される愛する亡き家族への言葉の数々は多くの人の心を打ちました。まあでも時々あるわよね。こうやって事件を風化させないためとか、はいはいはい遺族への思いを風化させないためだとかで SNS 作ることっていうのはさ、そうですね、うん日本だとね池袋のね暴走事故のね、うんうんうん遺族の方とかもやってたりとかね、うん水難事故の方とかね、まあ、遺族の方がこう SNS やるっていうのはあるんですけど、うん彼の場合はですね、少し様子が違ったんです。シェンビンは SNS に投稿するだけではなかったんです。シェンビンは亡き家族の幸せを願い、自分の宗教を仏教に改宗。しかし、ある日、寺院からの帰り道に滝から落ちて大怪我をしてしまったんです。シェンビンはそこでも生きている自分を責め、その痛々しい姿を SNS に投稿。そんな彼の姿に国民は深く同情し、応援し続けたんです。やがてシェンビンはその声に応えるように様々な慈善事業を始め、それも逐一 SNS で発信しました。例えば彼は今回の火災によって得た数十億円の保証金は家族の死によるものなので、自分のためには使えないと言い、トンジェンライフという家族の名前を付けたチャリティー財団の設立に使うと明言。そして高層住宅の防火システムの見直しや家政婦の質の改善に尽力したんです。また経営するアパレルブランドから出た売上の 10% を慈善団体に寄付したり、貧しい村に子供服を届けに行ったりもしました。ブランド名にも子供たちの名前を付けたシェンビンは自らオンラインでライブ配信をしながら販売することもあったんですが、その生配信中に家族を思い出し泣き崩れてしまうこともあったそうなんです。このように家族を失った悲しみから立ち直れないシェンビンはある日驚愕の行動に出たんです。シェンビンが SNS に公開したのは、背中全面に彫った家族のタトゥー。タトゥー、気持ち分からなくないけど、タトゥーはちょっと行き過ぎてんじゃないのこれは。まあシェンビンにはね放送効果っていうのが働いてたと言われてるんです。ほうれん草効果かなんか分かんないけど、何もう絶対違うというわけで本日のメトラキーワード放送効果について。放送効果とは、人間が人から注目されたり観察されたりすると無意識に自分の行動パフォーマンスの質を上げようとすること。仕事だと例えば照明の明るさや休憩時間の具体的労働条件より見られているといった意識の方が作業能率に影響が出るというもの。今回の事件では夫シェンビンが家族を亡くしたことによって多くの人から同情され、悲劇の被害者として注目を浴びていました。その注目が彼にとってはそのポジションへの期待となって放送効果が働き、必要以上にその役回りに徹してしまった可
可能性があるんです。つまり彼の取った行動が少し行き過ぎたように感じるのも、彼が被害者としてのパフォーマンスの質を上げようとした結果とも考えられるんです。なるほどね。優等生だってなんか評価されてる人がより優等生らしいことしちゃうみたいな感じね。求められているね、キャラクターに寄っちゃうみたいな、影響力があるがゆえに、フォロワーとか登録者が増えたらさ、もう素の自分を演じれなくなっちゃうみたいな人よく聞くわね。いるじゃないですか。だからまあ難しいですよね、この今の社会って、影響力を自分がつけるんじゃなくて、影響力に自分が振り回されちゃうみたいな、インフルエンサーとかね、YouTuber、インスタグラマー、TikToker とかいると思うんですけど、我々もね例外ではないんでね、本当に気をつけないといけないと。そしてですね、同情されるみたいなところとか含めて、ずっとは続かなかったんですよ、やっぱり。やっぱ頑張りすぎて疲れちゃった。それならね、まだね良かったかもしれないですけど、見る目がね、ある日ね180度変わる出来事が起こったんです。衝撃の告白。放火事件から4年後の2021年4月、シェンビンの SNS アカウントにはいつものように亡き妻に対する愛情のこもったメッセージが投稿されていました。この人生が終わったらあなたに会いに行きます。誰もが彼の悲しみを悟り、変わらぬ家族への愛情に感動していたんです。この頃には数百万人を超えるフォロワーとファンがついており、彼が経営するアパレル会社も多額の売り上げを出していました。少しでもシェンビンの力になりたいという国中の人たちがシェンビンのブランドの服を購入したから、このようにシェンビンが亡き家族への愛情を表すために人々は彼を憐れみサポートをしていたんです。しかしそれから2ヶ月後の2021年6月30日、シェンビンの SNS には驚くべき投稿がされたんです。その内容とは、子供の誕生報告。さらに投稿された赤ちゃんの写真には、とうとう彼女が戻ってきたという謎のコメントがついていました。子供？誰の？困惑しますよね。もうあんたの答える内容によってぶん殴るわよ。なんで俺シェンビンはね、もし新しい恋人いるとして子供が生まれたとしたらもう1年前ぐらいからってことですよ、計算すると。どういうこと？ 2 ヶ月前には亡くなった妻への愛を投稿してたじゃないの。そうなんですね。そして今までね、彼を応援し続けた人たちのね、目が疑いの目に変わって、だんだんね、彼の本性、化けの皮が剥がれていくんです。剥がれていく化けの皮。シェンビンの子供の誕生に対する世間の厳しい反応は彼の予想を上回るものでした。とうとう彼女が戻ってきたというメッセージについても、亡き妻のこと、娘のこと、いずれにしても無神経という非難が。さらに人々は放火事件前後からのシェンビンの行動を分析し始めたんです。すると次から次へと出てくるシェンビンの怪しい行動。まずは2018年の1月、放火事件からたった半年後のこと。シェンビンが若い女性と手をつないでデートしている写真が撮られたんです。マジか。さらにその数ヶ月後には若い女性と海外旅行をしているところも目撃され、その姿を激写されていました。それらの写真はネット上で拡散。ちなみにシェンビンは現在再婚しているんです。再婚相手とは事件が起こる前の2017年4月にすでに出会っており、事件後の手つなぎデートの写真の女性がこの妻にそっくりという話も。デートの女性が再婚相手かは明確にはなっていないんですが、再婚相手と事件前から面識があったことはシェンビンも認めているんです。しかも再婚相手にはすでに4歳になる息子がおり、計算すると放火事件の翌年に生まれたことになるんです。そのため4歳の息子の父親もシェンビンではないか、放火された時にはすでに不倫関係にあったのではないかなど、様々な憶測が飛び交ったんです。事件後からつい先日まで亡き家族のために泣き、孤独と寂しさに耐える姿を SNS に投稿し続けていたシェンビン。しかし実はだいぶ前からすでに恋人がおり、人々が知らぬ間に再婚までしていたんです。つまりかわいそうな男を演じて同情集めながら裏ではやることやってたってこと？そう捉えられてもしょうがないですよね。そしてね、もうさらにね、何よ、新たなね事実がまた出てきちゃう。まだ踏んだり蹴ったりじゃない。これらの様々なシェンビンの黒い噂が飛び交う中、彼の本性を裏付ける証言が出てきました。その証言をしたのは亡き妻シャオゼンの両親。シャオゼンの両親は事件の数ヶ月前にシャオゼンが訪れ、両親にこう伝えたというんです。シェンビンは浮気をしている。彼から DV を受けている。シェンビンとの結婚生活はうまくはいっておらず、悩んでいるようだったと両親は言っているんです。いや、これが事実なの。今までのシェンビンは何だったのよっていうさ、タトゥーとか生配信で泣いたりとか全部演技だったの。そう疑う人もね、もういてもしょうがないですよね。そうよ。事実いたんですけど、でも自然事業とかちゃんといいこともしてたじゃない。もはやもうなんかね、それすらもね、実は疑わしいんですよ。
シェンビンはアパレルの売上 10% を慈善団体に寄付すると言っていました。その結果、彼の行動に感銘を受けた人たちは寄付のために大量の服を購入することもありました。中には服は送らなくてもいいから売上と寄付の足しにしてほしいとお金だけ払う人もたくさんいたというんです。しかし実際には売上の 10% がどこかに寄付された記録や実績はなく、このお金の行方は不明となっているんです。マジで。また慈善財団に使うと言っていた火災の保証金なんですが、こちらも実行された形跡はありませんでした。つまりシェンビンは犠牲者である立場を宣伝材料とし、人の同情や善意を悪用してビジネスをしていたと非難されたんです。こうした疑惑の中、とうとう人々の関心は4年前の放火殺人にまで及ぶんです。つまり疑われたのはシェンビンの放火への関与。シェンビンが事件の前から不倫をしていて夫婦仲が良くなかったのであれば、妻シャオゼンが邪魔になるのもおかしくはありません。そう考えた人々は最初からシェンビンが家政婦を利用し放火殺人を仕向けたのではないかと言い出したんです。遺族が犯人としてさ扱われるってことは時々あるから、なんか憶測でそんなこと言っちゃいけないのかもしれないけど、ちょっとこれは疑わしすぎるわね。そもそもね、たくさんねお金を得ていたことが大きいんですよね。さらにですよ、この放火事件にはまだまだ残された謎があるんです。一つ目の謎は謎の3人の消防士の存在。放火事件当日、現場に駆けつけた警備員は部屋の中から出てきた3人の消防士らしき男たちと遭遇しているんです。そして彼らは中には人はいないと言ったというんです。しかし実際には中に妻シャオゼンと子供たち3人が閉じ込められていたんです。結果この発言により救助が遅れ、4人は帰らぬ人となったんです。この3人の消防士たちが誰なのかは今も分かっていません。2つ目の謎は妻シャオゼンのスマホ。妻シャオゼンは火の手が迫る中、スマホから消防に電話しました。そして救助が間に合わず子供部屋で一酸化炭素中毒により亡くなったんです。しかしシャオゼンのスマホは事件後リビングで発見されました。なぜ子供部屋で使ったはずのスマホが彼女が亡くなった部屋と違う部屋で見つかったのか。さらにこのスマホには謎があるんです。遺品として妻のスマホが欲しいというシャオゼンの両親にシェンビンはおかしな証言をするんです。リビングは一番火の手が大きかったからシャオゼンのスマホは消火活動によって壊れてしまった。しかし両親はシャオゼンの遺体にはひどい火傷はなかったのだから、もし彼女の手元にスマホがあれば壊れてないはずだと主張。この矛盾については妻のスマホに何か見られてはまずいものがあったため、誰かがスマホが壊れるようにわざとリビングに移動させたのではないかという憶測も。しかしこのスマホの謎についても未だ解明されておらず、真実は黒い煙の中に。犯人の家政婦はすでに処刑され確かな証拠もありません。シェンビンは当然この放火事件への関与を公式に否定。なんだかもうすっきりしないわよ。謎やね疑惑を残したままね事件がね終わってしまってるから。シェンビンはアカウントが炎上した後こんなコメントを残しているんです。今の妻と恋人関係になったのは2019年だから不倫はしていない。子供は今の妻に頼まれて作った。これらの発言に国民は冷めた目を向けているんです。もうシェンビンに慈悲に満ちた視線を向ける人はいません。シェンビンは現在オンラインショップでの脱税や寄付金の不正調達の疑いで調査を受けているんです。誰もが同情する悲劇のヒーローから一転、国民に疑惑の目を向けられたシェンビンの真相とは。